今回の動画は機器契約ナンバー5、作戦コード、分校のデイリーステージ最高等級で、採用したオペレーターの合計採用回数や使用したスキルなどをまとめたものとなります。最高等級に関しては、今回は複数の投稿などを行わなかったので、特に前提条件などはなし。それでは早速、採用回数をランキング形式で紹介していきましょう。まずは12位、採用回数1回のオペレーターから。採用回数が1回のオペレーターは合計11人、いなければ困るオペレーターと他のオペレーターでも代用できるオペレーターが混じっているという形。アルケットとエクシアに関してはもはや語ることはないでしょう。武器庫東の難易度を一気に緩和するオペレーターであり、高難易度でもその殲滅力は健在。アルケットとエクシアがいなければ、果たしてオペレーターを何人追加しなければいけないのかというレベルです。ただ、トレンド入りするほどに嫌われていた武器庫東も今回で終わり、対空狙撃オペレーターはやや不遇な状況となってしまうかもしれません。アンジェリーナは今回は閉鎖監獄でのピンポイント起用となりました。閉鎖監獄の敵は軒並み術耐性が低く、近接系の敵が多いことや、高速解除の条件などからアンジェリーナが刺さりやすい環境と言えます。イフリータは風食のコーチのいつもの定位置に採用。イフリータ短期で左右の2レーンを制圧できるということや、圧倒的な火力から風食の処理層作成にはうってつけのオペレーターです。シージも同じく風食で採用、初動の殲滅金コスト稼ぎで使用しています。ただ、高等級少人数は先方は採用されづらい傾向にあるので、今回はこれっきりかつ、マドロックのつなぎという役目にとどまりました。シルバーアッシュの採用回数も今回は1回のみ。機器契約自体広範囲に敵が分散するというステージが武器庫東くらいしかなく、また極端に防御力が強化されたりするため、シルバーアッシュはやや不遇な立場になっていると言えます。ただ、シルバーアッシュは編成するだけで効果があるので、編成圧縮を気にしないのであればおすすめのオペレーターです。ブレミ社員は今回は廃工場の右ルートで採用。実施の殲滅とマドロックのブースト役として編成しました。目立つような活躍とは言えませんが、ブレミ社員のブーストがなければマドロックの殲滅は間に合っていないので、影の立役者なオペレーターと言えます。エリジウムは閉鎖監獄で採用。閉鎖監獄は攻撃されるとアウトな環境のため、スズランではカバーしきれないタイミングなどのカバーや、初動のコスト回収に採用しました。フィリオプスも同じタイミングで採用し、高速回復によるスルトのラグナロクの延長や素質効果によってエリジウムのスキル発動間隔の短縮に一役買っています。天人化はデイリーの高難易度だと採用回数は少なく、今回はシルバーアッシュやマドロックたちの再配置に余裕を持たせるために採用。デイリーステージではほぼお休みしてもらうこととなりました。クムはウーテツの峡谷でクラウンスレイヤーの足止めとスタンのおとり役として採用。サリアやニアールと比べるとコストが低く、なおかつ放置でも勝手に回復してくれるので、ある程度の短期性能とコストの兼ね合いという点では非常に優秀なオペレーターです。続いて第9位となる採用回数2回は、ウィーディ、クラベル、スズランとなりました。ウィーディに関してはもはや言わずもがな、第6区後の左上の番人として確固たる地位を築き上げています。ウィーディの横にナイチンゲールを配置してあげれば、よほどのことがない限りは倒されることはまずありません。スズランはマドロックの巨像といったスルトやエイヤフィアトラの火力だけではどうしようもない場合に採用。投稿主としてはいわば最終兵器という形に近いので、個人的にはかなりギリギリを攻めているという感じはあります。とはいえ、そのギリギリもスズランによって一変してしまうのですが、クラベルはあと1ピース何かが足りないという場合や、ここを少しでもいいので足止めすれば楽になるという形で採用しました。正直なところで言えばグラベルでなくてもいいのですが、とりあえずおとりや時間稼ぎといえば、グラベルという風潮はあると思います。続いて第8位となる採用回数3回は、エイヤフィアトラとなりました。今回はスズランやサリアと組み合わせての無秩序なコープでの防御力が非常に高いマドロックの巨像やビッグボブの殲滅やダブルといった迅速に体力を大きく減らしたい敵がいるステージにて採用しました。
最高等級ともなると、エイヤフィアトラのスキル3ですら倒せない敵が出てきますが、エイヤフィアトラには、その敵の周囲にいる雑魚敵を一掃してくれるという強みがあるので、追う鉄の峡谷といったステージにおいては、1ウェーブをなかったことにすらすることも可能です。再発動までの時間が長い点が傷ではありますが、それでも状況を打破するという点では、非常に強力な選択肢となり得ます。続いて第6位となる採用回数4回は、ナイチンゲールとマウンテンになりました。実攻撃が痛いステージはとりあえずナイチンゲールというより、もはや高等級を目指すにおいては必須レベルとも言えるほどで、特に風食のコーチにおいては、ナイチンゲールがいるかいないかで、オペレーターが一撃で落ちるか落ちないかの差が出るほど。デイリーステージにおいての発動時間1分は、鳥かごも併用することでラストウェーブをいなせるほどなので、実特化ステージが登場し続ける限り、ナイチンゲールが危機契約から去ることはないでしょう。ある意味で天人化に休暇を与えたとも言えるのがマウンテンで、先方クラスの配置コストでありながら、殲滅力はブレイズにも匹敵。そして非常に高いリジェネ能力と高等級においての初動の問題の多くを解決してくれたオペレーターと言っても過言ではありません。置いておくだけでとりあえず全力を発揮してくれるので、見る場所が多い高等級においては放置できるというのは何よりもありがたいポイントです。続いて第4位となる採用回数5回は、ケルシーとサリアとなりました。ケルシーの繰り出すモンスターは HP が非常に高いため、術攻撃に強いということ。デイリーステージの多くの敵はスタン耐性がないため、倒されたとしても時間稼ぎができるということ。再配置時間も短いということ。そして、スキル3の確定ダメージによって敵の防御力を完全に無視してしまうため、無秩序なコークでのマドロック対実動部隊員の処理が非常に楽になり、圧縮編成においては採用する機会は限られますが、何分汎用性が高すぎるので、今後危機契約からケルシーがいなくなるということはないのかもしれません。サリアは今回はスキル3での使用が多く、使用方法としてはスズランのように敵の受けるダメージを上昇させながら、移動速度を鈍化させ、できるだけスルトを延命させるような運用方法が多くなりました。高等級においてはできるだけ敵と接敵しないというのが最善の方法のため、特にそれが顕著な無秩序なコークにおいては、むしろ採用しない手はないというレベルです。続いて第3位となる採用回数6回は、マドロックとなりました。高等級においては、スキル2よりも3での採用の方が圧倒的に多く、敵の移動速度の鈍化とスタン、無敵、全体攻撃と、時間稼ぎと殲滅の両方が可能なため、他のスキルと比べるとタイミングは難しくなりますが、十分そのタイミングの難しさに見合った性能のスキルと言えます。特に風食のコーチにおいては、最大等級だろうが8等級だろうがマドロックを採用しない方が珍しいというほどなので、最低でも危機契約ナンバー7までの活躍は確約されていると言えます。続いて、第2位となる採用回数7回は、ソーンズとなりました。今回使用した回数は7回ですが、使用したステージは風食のコーチ以外全てという、相変わらずの万能っぷりを今回も見せつけています。ここ最近は、ソーンズ起動までの時間を手軽に埋めることができるオペレーターが増えてきたので、回を追うごとにソーンズの暴走は加速していると言っても過言ではないのかもしれません。個人的には高等級においては素質2のリジェネよりかは、素質1の物理攻撃でありながら術ダメージも与えるという点が非常に優秀だと感じます。そして第1位となる採用回数10回は、もうわかるとは思いますがスルトとなりました。もはや当然とも言える結果。武器庫東以外のすべてのステージにて登場しており、ベンネッタ、ファウスト、マドロックの巨像、ダブル、伝説の凶悪犯、あらゆる強敵を今回も焼き尽くしました。対空ユニット以外のほぼすべての敵に対応できる上に、スルと短期できつければ、サリアやスズランを組み合わせるだけでいいため手間もかからず、配置からスキル発動までの時間が非常に短いため、敵が目前まで進んできた状態で配置しても十分間に合ってしまうという始末。ドローン特化のステージでもない限りは、デイリーステージでスルトを止めることはできないのかもしれません。それはそれで、他の地上オペレーターが割を食ってしまうことになりますが、
以上が危機契約ナンバー5、デイリーステージ最高等級での採用回数ランキングとなります。投稿主は最小人数よりも安定性を重視する傾向にあるため、採用回数はやや多めの数値となっているかもしれませんが、それはそれとして、やはりソーンズとスルトの活躍できる範囲は圧倒的という印象を受けました。少し大陸版の話にはなりますが、この環境は現在もほとんど変わってはおらず、ここにさらに新規実装のオペレーターが1人環境に入ってくるくらいで、今回の危機契約で環境は現状ではほぼ固まったと言えるかもしれません。つまるところ、今回採用回数が多かったオペレーターを育成しておくことで、今後の危機契約にて、デイリーの最高等級を目指しやすくなるということでもあるので、今回の動画が参考になれば幸いです。この動画が良ければ、動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。